講演依頼 .com 新聞土井です。今日は、伊藤洋一さんに入っていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。伊藤はい、です。ご協力いただきました。ありがとうございます。そしたらですね、最初に、伊藤さんの方から、はい。改めて自己紹介の方をお願いできればと思います。はい。皆さん、こんにちは。伊藤洋一と申します。私、今、いろんな仕事をしてるんですけど、メインにやってる仕事がですね、Z ホールディングス、これは Yahoo とか LINE とか ZOZO、一休、アスクル、こういった会社集まって Z ホールディングスなんですけど、そちらの、企業内大学である Z アカデミアの学長ということで、Z ホールディングス内のリーダー、開発、こんな仕事を、メインにしながらですね、もう一つ、実は頭を使う要領としては、もうこれが一番多いんじゃないかなというふうに思いますけども、武蔵野大学という大学でアントレプレナーシップ学部っていうのを立ち上げまして、でその学部長として、これ新設学部なんですけども、この2021年の4月から、学部開設しまして、新入生を迎えて、その仕事をやってますということですね。これを大学生を教えるっていう仕事をというよりですね、学部を作っていくっていう、スタートアップみたいな、そんな仕事をしてます。主にこの2つやりながら、いろんなですね、講演とかワークショップとか、研修ですね、こんな仕事もやらせていただいているというところでございます。ちょっと私、ツイッターの方もですね、拝見させていただいてるんですが、去年でも300回ぐらいごそうですね。登壇されてたんですよね。この3年ぐらいですね、年間300回ぐらい何かしらで登壇してるといはい。うことで、はい。それもやりながら、先ほどのね、お仕事もやりながらということそうで、ですね。はい。あとはあれですね、ビジネス書を何冊か書いてましうんて、うんうん。一番売れたのでは1分で話せという本がはい。52万部ほど売れてるということで、結構ね、うん相当大ヒットだったんですけども、うん。そんなことやったりですね、インターネットラジオのボイシーっていうののパーソナリティやったはい。りしてます。あ、はい。一番あれですかね、直近なのはこちらの方になりますか？そうですね、フですね。リープラットファンということで、これはい。からの僕たちに必要なマインドって書いてますけどね、もうこれリーダーシップとかマネジメントの教科書うん。として、かなりですね、力入れて、出しているものでございます。はい、わかりました。で、はい。講演会でも、うん。私も何度かご一緒させていただいてはいるんですが、最近、私の弊社からご相談させていただいている案件は、リーダーシップの、はい。ご相談、が多かったんですけども、全体的な傾向としてはいかがですか？うん。大きく言うとね、3つのテーマを中心にしてまして、1つはリーダーシップで、リーダーシップって言ってもですね、これリーダーシップっていうのはこれこういうことであるっていうことを講義するというよりも、対話を通じてリーダーシップ、の、原点を自分の中から見出してもらうっていう、自分の過去を振り返りながら自分のリーダーシップの原点を見出してもらうっていうような対話のプログラムをやるっていうことが非常に多くて、で、うん、もう一つはマネジメントですね。で、マネジメントも、マネジメントというのはこういうことであるっていう講義ではなくて、主に結局大事なのはコミュニケーションですよねっていうことで、じゃあコミュニケーションの中で、特に1対1のコミュニケーションを行うワンオンワンミーティングですね。ワンオンワンミーティングっていうのはどういうことが目的で、何が大事で、どんなふうにやっていくのかっていうのは、ロールプレイをやりながら、ワンオンワンミーティングをやっていくという。そのうん、大事さについて認識してもらうという、こういうプログラムは結構多いですね。あともう一つは、プレゼンテーションということで、これプレゼンテーションも単にですね、話す練習っていうことじゃなくて、考えて伝える極意っていうのを、ワークショップを通じて認識してもらうというようなことをやってます。で、いずれも例えば講演会っていうことで言えば、ワークショップ部分を抜かして話をするっていうことなんですけど、例えば2時間とか3時間とかいただけたら、そこに参加者の方々の、その対話を交えて、実際にやってみてそういうことかって掴んでもらう、そんなプログラムをやるようにしていますということですね。はい、これが多いですね。うん、うん。私も伊藤さんのね、講演、リーダーシップの講演聞かせていただいて、うん。本当にスタートするときは、周りの雰囲気が少し硬かったとしても、もう最後と全然空気が違いますよね。うん。本当に。
そうですね。なうん。ので、僕はなんだろうな、すごい知識とかスキルを皆さうん。ん方に授けるっていうことではなくて、みんなの中にある内在しているエネルギーというのを引き出すっていうのを、これうん。講演にしても、ワークショップにしても、それを一番大事にしていて、終わると、なので、ちょっとなんだろうな、もう今からやってみようみたいな気持ちうーになるん。ような、そんなことは心がけてますですね。で、ご自身のその過去のお話だったりとか、もうライフチャートとかを、うん。あの、スライドに入れながらですね、お話しされて、私もお聞きしてですね、その、銀行時代の、少しこう、暗い過去だったりうん。とか、そういったところもですね、赤裸々にうん。語っていただくところが、ちょっと皆さんもこう、共感しやすいというか、はいはい。はい、そういったところがちょっと印象的だったなと思いました。そうですね。これね、本当リーダーシップについても、はい、マネジメントについても、プレゼンテーションについても、はい。自分が全然できなかったんですよね。うん、それは若い頃はできないに決まってるんですけど、なんだろうな、自分を熱狂させるとかっていうのもできないし、コミュニケーションもできないし、考えて伝えるっていうのもできないしっていう、20代の頃は本当にメンタルやられて全然ダメダメで仕事もできなかったっていう。うだからそん、ういう人間でも、普通にできるようになるよっていうのが、僕のそのうん、伝えたいことの原点で、だからなので、なんだろうな、本当誰にでもできるよっていう。で、それはね、誰に対して僕は言ってるかっていうと、その若かりし頃のダメダメだった自分に対して、言ってるようなところなんですよね。で、その頃本当にダメダメだったんで、はい、普通の方だったら、なんか、はい。あの頃の僕よりはまともですよみたいな、そんな感じなんで、みんなも、うん。これならできるわみたいな感じになるっていう、それはもうね、請負いですよね。書籍もですね、うん、一行日記の書うん。籍も、今年出されていらっしゃって、はい。私もそれ拝読させていただいてですね、実践をさせていたうん。だいてるんですけありがとうれども、ございます。で、一行日記っていうのも、えっと、始められたのはいつぐらいから始められてるんでいや、すか？もうね、一行かどうかっうんうん。ていうのは、もう気にしなければ、もうずっとここ、そうね、10はい。年ぐらい、おお、やってるっていう感じですね。で、これ結局ですね、そう、一行書くだけ日記って本を書いたんですけど、日うん、記書きましょうねっていうことで、はい。日記書こうねっていうことでもあるんだけど、振うん、り返りをしましょうねっていうことなんうん、ですよね。日々皆さん生きてて、なんか、すごい業務とか忙しいと、自はい。分のことを振り返ることなく忙しく仕事をしてると、どん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 、忙しいっていう字にありますように、心をなくしていくんですよね。うん、で、なんかね、糸が切れたタコみたいな感じでどっか行っちゃうと、自分自身がと。で、そうすると、なんか自分の人生っていうことに対しても良くないし、それで、なんだろうな、しっかりですね、腰据えて仕事するっていうこともできなくなってくるし、うん、いいことないよねと。で、それ毎日毎日振り返って、振り返って、で、気づきを得ると。で、それを明うん、日に生かすということを、本当に1日5分でもいいから、はい。やりましょうねっていうことで、1行書くだけ日記っていうのを、あの、うん、うん、書いたんですけど、これは、いろんな研修の中でも話すことも多いですし、それだけをちょっとね、ピックアップしてやってみましょうっていう形で、はい。やるっていうこともあります。で、結局ですね、人間の成長っていうのは、なんかものを覚えたら成長するとか、なんだろうな、成果出したら成長するんですけど、なんかその成長するきっかけって何っていうとね、もう一言で言うと、振り返って気づくっていう。で、うん、気づきがあれば、その気づきの量が成長の量につながるって、もうこれ直結してるんだというふうに思っていて、それはそうですよね。だって偉い人が何か言ったのを覚えたところで別に何の仕事の何のプラスにもならないわけですね。なので、振り返って気づいてやってみるっていう、このサイクルを回せるかどうかで社会人の成長っていうのは、決まってくるということだというふうに思っていて、そんなことも、そういう意味で言うと大事かなというふうに思います。講演もしながら、そういったそのヤフーの、Z アカデミーだったりとか、そういったことをやったりとか、どこでこう、休める時間っていうのが終わりなんですかね、今。うん。ね、ないですよね。休みはない、ないですよね。もう基本的には。はい。ないですね。うん。土日、普通の人って休みなんですけど、僕普通に仕はい。事してるんで、はい。ただあれですよね、はい。夜早く寝るとかね、ほう。それから午後なんか、ちょっと時間空いたら1時間寝るとか、
まあ、朝っぱらちょっと、本当は6時に起きる予定だったのが8時になるとか、そういう形で休んでるところあるし、まあ、僕別にでも普通にずっと仕事してるってわけじゃなくて、途中で はい。YouTube を見たりとか、漫画読んだりとかはいはい。してるんで、まあ、そうやってなんか、日々の中で適宜、バランやってるス取りなが感じですかね。ら。はい、わかりました。ありがとうございます。そしたらですね、ちょっと伊藤さんのですね、講演を、ご企画、検討されていらっしゃる方も、多くいらっしゃると思うので、はい。ぜひですね、そういった方に向けて、一言いただければありがたいと思いなるほど。ます。はい。あはい。りがとうございます。まあ、僕がやってるのっていうのは、まあ、そういうテーマで、まあ、結局ですね、普通のビジネスパーソン、若手からまあシニアに至るまで、うん、その考えて伝えるっていうのはどういうふうにやるかっていう、まあ、ことをやってたり、あとマネジメントとかリーダーシップについてやってたりっていうことなんですけど、まあ、これ特徴としては、そんなわけで、まあ、20代の時にメンタルやられたダメダメだった自分に対して言ってるようなもんなんで、うん、まあ、そういう意味で言うと、これはね、本当に誰にでも分かるし、誰にでもすぐできるっていう。で、それは有効であるっていう、こういうことを、まあ、パッケージにしてご提供してるっていうところがうん、あります。なので、まあ、なんだろうな、自分はできるけど、これを周りに言ってくことがちょっと難しいんだよねと。うで、ん、周りの人たちがすぐ分かって、すぐ動けるようになるにはどうしたらいいかっていうことで言うと、まあ、これはかなり僕自身もそういうところについては非常になんか自信を持ってお勧めできるなっていうところでございます。で、あともう一つはですね、これなんでかわかんないんですけど、僕こうはい。喋るとですね、情熱的になるみたいなんですね。てかね、うん、僕がこう熱を持ってお話しはいはい。するんで、はい。結果ね、こう、話が終わると、みんななんかね、やる気になりましたみたいな感じで、ね、言っていただけるんですけど、うん、よく言ってるのはね、まあもう僕の話聞くと無駄に熱くなるっていう、そんな話をね、よく言ってるんですけど、そはい。の源は何だか分かんないですけど、よし、やうん、ったるぞっていう気持ちにさせる、そんなものでもあるかなっていうふうに思ってます。なので、人はいろんな特徴ってあると思うんですけど、僕の、まあ、講演とかの講義の特徴っていうのは、そのわけで、まあ、誰でもすぐに理解できて面白いと思って明日からやれるっていう、まあ、こういう本当にベーシックの部分と、それから無駄に熱くなりたい方にはですね、もう世界レベルじゃねえかと思うぐらいですね、無駄に熱くではい。きますので、そんな方はぜひ、うん、ちょっと検討していただけたらというふうに思います。はい。ありがとうございます。では、ぜひ、ご検討いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ます。ありがとうございます。